こういうもろに逆光のシーンって撮りがちですけど、ちょっと待ってください。安いレンズだと光場がそもそも綺麗じゃないですし、フレアやゴーストが盛大に入って、いまいちな写真になってしまうことが多いです。また人と背景をしっかり分離するのも意外と難しいです。そんな時に覚えたい Tips。はい、今、柱の影に隠れました。太陽をもろに入れるんじゃなくて、太陽を隠すのがポイント。もう一度、柱に隠れて斜めから撮る。はい、今撮りました。はい、ここで撮ってます。そうすると、こうなります。ドン。と思った人もいるかもしれません。予想外の写りですよね。編集ソフトでめちゃくちゃいじったとかそういうことじゃなくて、これほぼ撮ったままモノクロにしただけでこうなります。知らないとできないやり方です。光を撮りたいと思ってるとつい光源太陽を入れたくなります。でもあえて太陽を外すやり方、ぜひ覚えておきたい引き出しです。ここではほんのちょっと太陽が入っています。今入ってますけど、ほんのこのぐらい、ほんの少しだけ入れるぐらいがちょうどいい塩梅かもしれません。こういう光の使い方はポートレートを撮る人に馴染みがあるかもしれません。被写体の輪郭、エッジの部分に光が入ることからエッジライト、リムライトと呼ばれたりします。ダークな影に浮かび上がる被写体の輪郭がとてもかっこいいですよね。条件は2つです。1つは指向性のある強い光。今の場合は前方から太陽の強い光が当たっています。左右や上は建物を塞がれていて光が入ってきにくい状況です。例えばトンネルの出口付近とか地下鉄の駅から地上に出る出口付近も条件にマッチするはずです。あともう一つは背景となる壁が暗いこと。背景が暗くないと輪郭線となる光が目立ちません。背景が暗いということをしっかり注意しておきましょう。これと似た例でシルエットの場合があります。シルエットの場合は壁が明るくて被写体が影でした。でも今回の例はどっちも影なんです。壁も影、被写体も影です。そして被写体の輪郭の部分にだけ強い光が入っています。当たってます。こういう状態もシルエットと呼ぶのかどうか、シルエットの正確な定義を知らないので分かりません。でも仮に呼ぶとしても光の使い方が全然違うということを知っておいてください。ダークな影の中に浮かび上がる光の輪郭、めちゃくちゃかっこいいのでぜひ試してみましょう。今回は短いですけど実践ですぐに役立つ Tips でした。最後にもう一回撮影シーンをおさらい。太陽を外してから斜めで撮る。 OK ですね。それではまた。